はい、発酵調味料教室の早川です。重曹の健康効果がものすごいことになっているので、絶対に飲んでほしいというお話を今日はしていきたいと思います。最近ですね、話題になっている重曹、重曹水ですね。この重曹水の健康効果っていうのが、ものすごいというふうに言われていますので、その話をですね、していこうと思います。何かとですね、その重曹とか重曹水っていうのが話題になっていまして、こちらですよね、重曹、ちょっと用意したんですが話題になっているんですけれども、重曹って聞くとそれって掃除に使うものなんじゃないのとかですね、その掃除に使うっていうのが、有名な重曹を飲むって聞くとですね、それ本当に大丈夫なのかとかですね、あとはその重曹を飲む、体に入れるって体に害があるんじゃないかとかですね、あとは何て言うんですかね、ちょっと突拍子もない発想みたいな感じがするので、ちゃんと科学的に効果が証明されてるとかじゃなくって、ちょっと怪しげなとんでも科学なんじゃないかっていうふうに思ってですね、その飲むのを躊躇しているって方も多いんじゃないかなというふうに思います。なんですけれども、私もですね、当初は若干ちょっと怪しいなっていうふうに思っていました。以前クエン酸の動画をアップしてるんですけれども、クエン酸についてはですね、なんとなく最初にクエン酸を飲むっていうふうに聞いてもレモンとかそういったものを連想しますし、別に人間ってクエン酸ってなんか果物とかから取るよねっていうイメージなので、そんなに抵抗感、粉のねものを飲むんですけども、最終的には抵抗感ないと思うんですけども、重曹って聞くとですね、やっぱりこの感じなわけですよね。重曹ってですね、この感じでそれ飲むって言われるとちょっとなんか怪しいな、掃除に使うやつでしょみたいな風に思うかもしれないんですけど、私も実際はですねそうやって思っていたので、最初のうちはめちゃくちゃ飲むのを躊躇してました。こうですね、ツイッターとかで結構こう重曹について、重曹水でがんが消えたとか、重曹クエン酸水でいろんなものがこれも良くなったあれも良くなったみたいな感じですごいみんな重曹言っているわけなんですよ。でそれを見てですね、って最初はちょっと思っていて、ちょっとかなりその自分で重曹を飲み始めるのに結構時間がかかりました。やっぱりそれ怪しそうだなとか、ちょっと躊躇するなっていう気持ちはなので、すごくわかります。なんですけども、やっぱりそれだけ話題になってるんだから、どういった本当に効果があるのかなとかですね、自分なりにいろいろ調べていってですね、そうやって調べていくうちに、これはマジだっていうふうに思っていきましたし、やっぱり科学的にもきちんとその重曹の効果っていうのはですね、証明されているもの、もちろん極端な話、例えばすごい重病が治ったみたいな話とかは、ちょっと一旦横に置いといてですね、そうじゃなくて重曹っていうのはこういう働きがありますよっていうこととかはもちろん分かっている部分たくさんありますし、あとはですね、やっぱりその重曹水っていうのを飲み始めて、自分の体調がこういうふうに良くなったとか、こういう病気みたいなものだったのが改善してきたとかですね、そういった体験談が本当にリアルで多いんですよね。その商品のレビューとかじゃなくって、実際にそのツイッターとかで言われている体験談、いろんな人がですね言っていることっていうのが本当にたくさんあるので、それを結構もうかなりですねほじってみてですね、で、その上でですね自分でも試してみて、って自分でもこういうことかっていうふうに、効果を実感したわけなんですよね。なので
そのですね、自分自身で調べた内容っていうのと、あとは自分で実際にやってみて、その飲んでみてですね、どんな効果があったのかみたいなところをですね、効果を実感できたので、期待する効果がですね実感できたので、今日はですねその重曹水の情報についてシェアしていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、まずその重曹水が流行っている理由ですよ。なんでそんなにみんなに受け入れられているのか、なぜ流行っているのかっていうところなんですが、要は何がすごいかっていうところですよね。っていうとですね、まず一つ目がすごく即効性があるんですよ、効果に。効果がだんだんもうすごい結構なんていうんですか、継続的に飲んでないとなかなか効果が出づらいとか分かりづらいっていうのだと人って続きにくいと思うんですけども、重曹の場合は効果が結構すぐ分かるんですよね。なので、それがまず一つ目のこの人気の理由だと思います。そしてですね、二つ目はコスパがめちゃくちゃいいんですよ。非常にお値段がお安いです。ここに今ちょっと置いてあるんですけども、これもう本当に安いんですよって言ってちょっといくらなのか今具体的な金額すごい忘れちゃったんですけども、どうなんですかね、1日毎日飲んだとしても、その推奨されている量みたいなのを毎日飲んだとしても、1日そうですね2円とか3円とか1円もかかんないんじゃないのかなぐらいの安さなんですよ。なので、2つ目としては、お値段が安い、コスパがいいってことですね。やっぱり高いとどうしてもめちゃくちゃ体にいいものであっても、お値段が高いとどうしても続かなかったりとか、手が出しづらかったりとかっていうのはあると思うんですけども、重曹の場合、クエン酸もそうなんですけども、重曹の場合は本当に安く手に入るので、すごく続けやすいというのがあります。そして3つ目が、簡単っていうところですよね。ただ飲むだけなんですよ。これちょっとこういった粉状になっているんですけれども、この白い粉ですよね。ちょっと怪しげですけども、見た目がこの白い粉を飲むだけなんですよ。水に溶かして飲むだけっていう非常に手軽さっていうところがあって、その3点、特に最初の2点ですよね。が、やっぱり手が出しやすくって、続けやすくって、かつその効果がすぐに実感できると、なるとですね、やっぱりそれは飲む人たくさん出てくるだろうなっていうふうに思います。人気の秘訣ですよね。流行っている理由がわかるなという感じがします。はい、そしてですね、その重曹ってじゃあそもそも何なのかといったところなんですけれども、重曹っていうのはですね、この漢字ですね、これ天然重曹なんですけど、重曹ってこの漢字なんですが、これ何かっていうと、炭酸水素ナトリウム重炭酸ナトリウムというやつですね。重い炭酸ナトリウムです。重炭酸ソーダというふうにも言われていますけれども、その重炭酸ソーダっていうのを略して重曹というふうに呼ばれて、いるわけなんですが、重曹はですね、熱を加えると二酸化炭素が発生するという、効果じゃないや作用が、働きがあるんですよね。なので昔からですね、焼き菓子とかあとパンとかですね、パンとか、クッキーとかそういうやつをケーキとかですねを膨らませるための膨張剤として使われてきました。今でももちろん、重曹っていうのは使われていますよね。なのでそういった重曹って聞くと、お菓子作りをしている人したことがある人は重曹ねって思うかもしれないんですけれども、あんまりそういうことしない方は重曹をなんていうんですかね、ケーキとかに入れるって知らなかった人に対してはそうやって思うかもしれないんですけども、
ちゃんとですねその食品添加物として昔から使われているものだということですね。そして、熱を加えることによっても二酸化炭素発生するんですけれども、重曹っていうのは酸と混じり合うことによっても二酸化炭素を発生するわけなんですね。二酸化炭素が発生するっていうのは、ガスが出るっていう感じなんですけども、なので、そのお菓子作りとか以外にも、例えば病院で胃のバリウムの検査をする時とかに、発泡剤っていうのを飲むんですけども、そこに重曹が含まれていたりとかしますし、あとはですね入浴剤ですよね。泡がいっぱい出る入浴剤ってあるじゃないですか。あれにも重曹が実は入っていたり、します。であとはですね、その入浴剤としても使われているんだけれども、昔から日本にある温泉ですね、温泉の成分でもあります。なので重曹にはですね、体を温める作用とか、お肌をですね滑らかにしてくれる作用とか、そういったものも、あるといったところで、入浴効果っていうのも、知られています。でというのが重曹なんですけれども、その重曹の健康効果ですよ。それをそのケーキとかに使うとか入浴剤として使うっていうんじゃなくって、人間が食べた場合、摂取した場合ですね、どういった効果があるのか、人間の体にとってどういう健康効果をもたらしてくれるのかといったところなんですが、ですね、いろいろありますが、例えばですね、代表的なものとしては胃炎とかですね、その胃潰瘍とか、あとその十二指腸潰瘍とか、あと胃酸が出過ぎてしまうっていう、胃の症状ですね。それを改善する効果だったりとか、あと吐き気とかめまいとかを抑える効果なんかもあったりします。そしてですね、あとは便秘ですね。便秘の解消効果っていうのもすごく、言われています。で、いろいろあるんですけれども、その最も注目したい効果ですね、働きっていうのが何かっていうとですね、特にこれが重要だよっていう働きが、pH の調整っていうところなんですね。pH って pH って昔呼ばれていたものですね。今はpH じゃなくって pH っていうふうに言うんですけども、pH 調整っていうところが、重曹にはあるんですよね。その pH 調整って何かっていうとですね、人間の体の中でいう pH 調整っていうと、人間の体内の状態をですね、酸性にいっぱい傾いちゃった場合に、それをアルカリ性寄りに戻してくれるっていう作用ですね。そのアルカリなのか、酸性なのかっていうところのバランスを調整するっていうのが pH 調整というものなんですけれども、それに非常に重要な役割を果たしてくれるのが重曹ということになります。で、体が、酸性に傾きすぎちゃった場合にアルカリ性に戻してくれるっていうのがいい効果なわけなんですけども、じゃあなんでその人間の体が酸性に傾くとダメなのかっていうとですね、体が酸性に傾くともういろんな弊害が出てくるわけなんですね。例えば片頭痛が起きるとか、倦怠感がするとか、体の体臭がするとかですね、イライラしちゃったりとか、むくんできたりとか、あと便秘ですよね。便秘とか、あらゆる炎症ですね。口内炎とか口角炎とか、皮膚の炎症とか、アレルギーなんかもやっぱりそこで、関わってきます。pH が要は酸性の方に傾いてるとアレルギー症状も悪化しやすいとか、そういったこともありますし、免疫力が低下したりとかですね、様々な害が出てくるわけなんですね。なのでなるべく酸性に傾かないようにしていくっていうことが健康維持のために必要になってくるわけなんですけれども
ちゃんとですねその pH のバランスが整った状態だと疲れにくい健康な状態を保てるし、免疫もきちんと働いてくれて、ウイルスなんかにも負けにくい体になるということなんですよね。アレルギー症状なんかもそうですよね。やっぱりそのアレルギー症状がもともとある方でもですね、その時の体の pH のバランスによって症状がすごいいっぱい出ちゃう時と、今日はそんなこともないなっていう時とかがねあると思うんですけれども、そういったところにも関係してくるということになります。でですね、具体的にもっと具体的に言うともっといろいろあるんですけども、例えばですね感染症を防ぐ効果なんていうのもあったりします。重曹っていうのは体内で細菌とか真菌ですね、カビです。カビとかが増殖するのを防いでくれるっていう効果もあるんですよね。なので菌とか、そういった細菌が繁殖することによって害が出るような病気とかにすごくいいです。でそれってお口の中にもすごく言えることで、お口の中っていっぱい常に常在菌がいるわけなんですけれども、特にその害があるっていうのは歯周病菌とかですよね。歯周病菌ってやっぱりですね、成人のもう大体の人が歯周病菌があるというふうに言われてるんですけども、それが悪化していくと歯周病になっていくっていう感じなんですが、その歯周病の予防にもなりますし、あとはですね歯を白くするというかきれいにするっていう効果があるので、そういったところにも、いいです。ちょっとその菌の話とちょっとなんていうんですかね、話一回それるんですけども、この重曹を使った重曹ペースト、重曹と水を混ぜるだけなんですけども、それを使って、歯磨きするっていう人もいるんですけども、歯磨きで歯ブラシでガシャガシャそれやっちゃうと、その重曹のザラザラってしたところで歯のエナメル質が傷ついて、逆にちょっとね汚れやすくなっちゃったりとかするので、それはちょっと NG なんですけれども、重曹のペーストを作ってそれで歯をパックするみたいなことをするとすごく綺麗になるんですよ。でそれ私たまにやるんですけども、それやる時ってどうやってやるかっていうと、こういうですねありますよね。これマウスピースです。マウスピース、こういうプラスチックのマウスピースってこれ自分の歯型に、なっているんですけれども、こういうのって歯医者さんで作ってもらえるんですよ。歯医者さんでホワイトニングしたいんでとか言っても作ってもらえるし、あと保険適用でも歯の寝てる時に食いしばりがすごくてっていうことを言うと、じゃあその食いしばりで歯が傷つかないためにっていうので、多分それ保険適用になると思うんですけど、こういうプラスチックの自分の歯型のマウスピースっていうのを作ってもらえるので、これを使ってですね、ここにこの重曹の粉をちょっとだけ入れてですね、でその上から水でビーってちょっと伸ばしてペーストみたいにして、でそれをガボってはめて、で10分ぐらいとか置いて外す、であと流すっていう風にちょっとした歯を白くする、汚れを取るパックっていうのができるので、ちょっとそれもですねおすすめなので、ちょっと話それたんですけどご紹介しました。はい、ということで、あとはですね、重曹の健康効果の話に戻りますが、体液をですねそのアルカリ性にしてくれるっていう効果が、あります。先ほども言ったんですけども、そのあらゆる炎症っていうのは体が酸性に傾いていると、悪化したりしていってしまうわけですね。アレルギーとか、そういったところもそうなんですけれども、酸性になっていくほど悪化していきますので、その重曹を取ることによってアルカリ寄りに持っていくってことができるので、そういった効果があります。そして、今の時期ですね、結構風邪をひいちゃうっていうことも多いんじゃないかなと思うんですけども、あと今インフルエンザとかですね、流行りの風邪とかいろいろあると思うんですけれども、そういった風邪症状にも重曹ってすごくいいんですよ。
で本当にいろんなことにいいんですけども、なんでいいのかっていうと、なんでそれが良くなるのか、なんで改善していくのか、なぜ予防できるのかっていうと、何度も言っているんですけれども、その pH の状態を調整してくれるからなんですね。酸性に傾いているといろんな悪い症状が出てくるんだけども、それをアルカリ寄りに持ってってくれるので、それによって、いい効果が得られるといったところなんですよね。本当にですね、どんどん体液、体の状態が酸性に傾いていってしまうと、細胞が老化していったりとかですね、あらゆるこの生活習慣病って言われているがんとか心臓疾患とか糖尿病とか、高血圧腎臓病とかですね、そういった、関節炎とかもそうなんですけども、そういった、病気症状っていうのを引き起こしてしまうので、そこの調整っていうのがとても健康を維持していくためには重要ということになります。はい、そしてですね、あとは膵臓とか腎臓とか、そういった胃もそうな、腸もそうなんですけど、内臓にもすごくいい効果を与えてくれるというところなんですね。膵臓なんかはですね、もともと膵臓ってその重炭酸、重曹を必要としている臓器なんですよね。十分にそれが体内にないと、どんどん膵臓の機能っていうのは劣化していくというふうに言われています。で、膵臓の機能が劣化するとどうなるかっていうとですね、その膵臓から出るそのインスリンがうまく分泌されなくなる。そうするとインスリンの働きが悪くなるというか、膵臓からちゃんとインスリンが分泌されないとどうなるのかっていうと、最終的には糖尿病になるわけなんですよね。で、糖尿病になってしまうことを、予防してくれるという効果が期待できます。で、重曹ってそのミトコンドリアに直接働くというふうに言われていて、ミトコンドリアに直接働いて細胞のブドウ糖代謝を高めてくれるっていうわけなんですよね。なので、その細胞のブドウ糖代謝を高めるっていうことは、ざっくり言うと、要は糖尿病を予防してくれるということにつながるわけなんですね。糖尿病自体もそうですし、糖尿病による合併症ってどんどん併発していくんですけども、そういったものも予防することができるということがあります。そのミトコンドリアに直接働くってすごいですよね。はい。そうして腎臓もですね、腎臓っていうのはその腎臓の機能の一つとして人間の体内の pH を調整しているという働きがある。調整しているっていうか、監視してるんですよね、腎臓が。で、常にその人間の体液を弱アルカリ性に保つように働いているのが腎臓なんですけれども、そこにもやっぱりですね、腎臓の働きに関しても重炭酸というのが足りてないとうまく働いてくれないので、そこにもやはり摂取することで、いい効果が得られるといったところになります。はい、そしてあと胃ですよね。やっぱりここがすごくメインになってくるんじゃないのかなと思うんですけども、よくですね、これクエン酸の話の時にも言ったんですけれども、重曹って胃薬によく使われています。なんで使われるかっていうと、胃酸を中和してくれるっていう作用があるからなんですよね。で、ちょっとここですね、ちょっとトリッキーなんですけれども、やっぱり胃の調子が悪い、胃がムカムカする人って胃酸が出過ぎてるっていう場合が結構多いんですよね。でも胃酸が出過ぎると、それ自体が悪いっていうことではなくって、本当は胃酸はしっかり出てた方がいいんですよね。そうしないとちゃんと食べ物消化できないし、食べたものを殺菌するってことができないので、胃酸ってちゃんとたっぷり出てた方がいいんですよ、本当は。なんですけども、胃酸過多って言って胃酸が出過ぎることによって、それが喉の方、上の食道の方に上がってきちゃって、それで胃の調子が悪いっていう風になりますよっていうことで、
胃薬とかがあるんですけれども、でも実際はですね、その胃酸が量が多いことが問題なわけではなくって、胃酸の分泌される時間帯とかタイミングが悪いから上がってきちゃうわけなんですよね。であとはそのこの胃のですね、入り口にあるその十二なんていうんですかね、こうちょっと今下が見えないんでやりにくいんですけど、こうあってですね、その胃の入り口のところに筋肉があるんですけども、括約筋っていう筋肉があって、そこがきちんと締まってないと胃酸が上にこう上がってきちゃうんですね、食道の方に。それが良くない状態なんですけども、その食道の括約筋っていうのをしっかりギュッと引き締めてあげるためには胃酸の分泌が必要になってくるんですよ。胃酸がたくさんあることによってそこがギュッて締まるので、そこを締めないといけないってことは胃酸はちゃんと豊富にないといけないっていうことですよね。なので、胃酸ってちゃんとこう分泌させなければいけないんですけれども、問題となるのはその胃酸が出るタイミングっていうことなんですよね。いろんな症状があるのでちょっと一概には言えないんですけれども、そういったことがあるので、胃酸を抑えればいいっていう問題ではないというところですね。で、重曹は何をしてくれるかっていうと、胃酸を中和してくれる、胃酸の量を減らすってわけじゃないんですよね。中和してくれて、でそれを中和することによって胃の粘膜を守ってくれるという、作用がありますので、そういったことで、胃の状態を良くしてくれる働きがあるということになります。でただしですね、食べ物がこう入っている状態とかで重曹を飲んでしまうと、最初に言ったように、酸と反応して炭酸ガスが出ちゃうんですよ。二酸化炭素が出ちゃいます。要は食べ物が胃の中に入っているってことは、胃が胃酸をいっぱい出してそれを消化しようとしてますよね。胃酸がそこでいっぱい出ている状態なわけです。その胃酸がいっぱい出ている状態のところに重曹を飲んでしまうと、そこで化学反応を起こして、二酸化炭素を発生しちゃうので、別にいいんですけど、すっごい膨満感になったりとか、あとゲップがめちゃくちゃ出たりとか、ちょっとですね不愉快なことになってしまうので、なるべくですね食後とかはやめた方がいいです。あと食事中っていうか食直前とかですね、そういった時に飲むのはやめた方がいいのかなといったところですね。であとその殺菌効果っていうのもありますので、胃潰瘍って結構ピロリ菌が原因になる場合が多いんですけれども、そのピロリ菌の殺菌にも役立ってくれるっていうわけなので、そういった胃潰瘍の予防にもなるというところですね。はい、そんな感じで、もっと他にもいろいろですねいい効果があったりして、特にその内臓胃の調子を整えるのにいいというふうに言われています。で、あとはですね、そのいろんなツイッターとかですね、そういったところで、いろんな人が体験談をねいっぱい書いているんですけども、それをバーってね読んでいくと、すごくやっぱり多い効果ですね、これ実感しましたって言われている効果っていうのが、やっぱり便秘が改善したっていうふうに言っている方が非常に多いですよね。特に女性はやっぱり便秘の方多いので、それで重曹水飲み出したらお通じが良くなりましたとかですね、あと花粉症がすごい楽になったって言ってる方も多いし、あとはこれも女性なんですけどね、冷え性が改善してきたっていう意見もすごく多かったです。あとは睡眠の改善とかですね、お肌の状態が良くなったとか、疲れにくくなったとか、あとは結構多かったのが食欲が全然ないっていうのが改善されたっていうのがよく見ましたね。やっぱりその胃酸をね調整して胃酸を中和してくれるとか、そういったところで何かしらの原因で胃がもたれてて食欲がないっていう方にもすごく効果があるみたいです。
はい、で実際にその私がどういう効果があったのかっていうとですね、私の場合は、やっぱり胃なんですけれども、胃のムカムカと結構胃があんまり強くないんですよね。でお酒すごい飲むんですけど、お酒好きなやつ毎日飲むんですね。で家ではそんなにいっぱい飲まないんですけども、やっぱりちょっと外に飲みに行ったりとかする時は結構飲むので、お酒強いので、その時は全然すごい結構陽気な感じでずっと飲んでられるんですけども、ただ内臓があんまり強くないので、翌日の二日酔いがひどいんですよ。もう半端ない状態になるんですね。多分ちょっと夜中とかまでお酒飲んだなと、次の日はもう二日酔いでだいたい使い物にならないみたいな状態になってしまうんですけれども、それがですね、重曹を飲み出してから、飲み出してしばらくして、もちろんその二日酔いになった日も飲みますよね、重曹。そうするとなんと二日酔いの症状がめちゃくちゃ軽いんですよ。要はだいたい二日酔いの時って頭が痛くて胃が気持ち悪いっていう定番の症状なんですけど、その胃が気持ち悪いっていうのがかなり軽いです。本当にこれすっごい実感できたので、私の体験談で、実際そこだけなんですけども、めちゃくちゃいいです。二日酔いの辛さわかりますよね。お酒を飲む方であればわかると思うんですけども、二日酔いの辛さから解放されるってなんて素晴らしい白い粉なんだっていうふうに思いますよね。本当ね、こんな白い粉なんですけどね、全然怪しくないんです。すごい素晴らしいんですよ。なので私的にはその二日酔いが楽っていうのがめちゃくちゃ感動ポイントです。はいですね。そんなところで実際の私の体験談っていうのはその二日酔いの改善っていうところなんですけれども、じゃあこれどうやって飲むのかっていうところですね。っていうと量は人によって調整が必要だと思うんですけど、最初はねちょっとね胃が膨らんじゃったりとかゲップが出過ぎちゃったりとかっていうことがあるので、少しずつ量を増やしていった方がいいと思うんですけども、だいたい1g ぐらいをですね、コップどうですかね、半分ぐらいとかの水に溶かして飲めば問題ないかなというふうに思います。なんで飲み方は何でもいいと思うんですが、ただこれちょっとね成分がナトリウムなのでしょっぱいんですよ。塩辛いです。塩みたいな味がするのでなるべくそうですね、ちょっと水とかに溶かして飲んだ方が飲みやすいんじゃないかなと思います。私はもう慣れてきたのでクエン酸の時もやったんですけど、この粉を直接スプーンですくってガッて入れてゴクって飲み下すみたいなやり方をしちゃいます。私の場合はですね。でもあんまり胃が弱い人とかはそれやらない方がいいのかなと思います。一気に飲むんじゃなくてちょびちょび水で飲んだ方が、いいと思います。で飲むタイミングは先ほど言ったように、食べ物が胃にあまり入ってない状態の時、空腹の時に飲んだ方がいいですよね。ゲップが出やすくなったり、膨満感になってしまうので、例えばなんですけども、すごいダイエットも大量に食べちゃうから、その食べる量を減らしてダイエットしたいとか、そういった方はもしかしたら食べる前にとか直前とかに飲むと、その膨満感が得られることによって食べ過ぎを防ぐってことができるかもしれないので、それは結構いいんじゃないかなと思うんですけども、そうじゃない場合は快適にご飯って食べたいと思うので、食直前もやめた方がいいですね。なので食感とか食べる1時間ぐらい前とか、それぐらいがベストじゃないかなというふうに思います。で飲むの別に水に溶かして飲めばいいだけなんですけども、注意をしていただきたいポイントが一つあって、ここめちゃくちゃ重要です。その注意するポイントがすごい重要なんですけど、何かっていうとこれですね。ちょっとこれ重くて持ってないんですけど、よいしょ。クエン酸、これね、前クエン酸の動画でも紹介したんですが、このクエン酸とよいしょ、この重曹
重曹を混ぜて飲むのは NG です。混ぜて飲まない方がいいです。なんでかっていうとですね、重曹とクエン酸を混ぜると、その酸と混じることによって反応して二酸化炭素が発生しますよね。で、二酸化炭素が発生するっていうことは、混ぜたもの、重曹とクエン酸を混ぜて水で溶かしたら炭酸水になるんですよね。炭酸水ができるので、炭酸水として美味しく飲むのは別に問題ないんですけれども、炭酸水を作ってしまうとですね、先ほど言った重曹の効果っていうのが得られなくなっちゃうわけなんですね。要は、重曹がもともとその重曹って体の中に入るとアルカリ性にしてくれるっていう働きがあるんですけども、それがもうクエン酸と最初に混ぜちゃうことによって炭酸になっちゃうので、そのアルカリ性にしてくれる働きがなくなっちゃうわけなんですよ。なので二酸化炭素に変わっちゃうので、その、重曹のアルカリ効果っていうのがなくなってしまうと、いったところなので、重曹クエン酸水っていう風な状態で飲んでる方って結構多いと思うんですよ。多いと思うんですけども、それにすると、炭酸水として美味しくは飲めるんだけれども、クエン酸の効果しか得られないです。そうすると。なので、重曹単体、クエン酸単体で飲むのが、いいというか、両方の効果を得たいのであれば単体で飲まなければいけないってことなんですね。なので重曹クエン酸水っていうのを作る場合は重曹の効果は得られないと思った方がいいですね。なので、重曹ってその掃除に使うことが結構多いですよね。で、クエン酸も掃除に使うってこと多いと思うんですけども、これ掃除の場合でも同じなんですよ。クエン酸と重曹をこう混ぜるとシュワシュワシュワってなって、その泡で包み込んで汚れを落とすみたいなことをやる方っていうのは結構いるかなと思うんですけども、実はそれではダメらしいんですよ。重曹で落ちる汚れとクエン酸で落ちる汚れって違うんですよね。なんていうんですか、油汚れだったりとか水垢汚れだったり、それぞれに適した汚れっていうのがあるので、それを最初から混ぜちゃうと両方とも効果なくなっちゃうわけなんですよね。特に重曹の効果がですねなくなっちゃうので、掃除に関しても混ぜて使うんじゃなくて、この汚れには重曹を使う、こっちの汚れにはクエン酸使うっていう風にしないとダメなんですよ。なので、掃除もそうだし、もちろん人間が食べるのを摂取するっていう場合もそうなので、重曹クエン酸水はもう一回言いますけど、重曹クエン酸水はやめた方がいいです。それはやめた方がいいっていうのは、炭酸水を飲みたいっていう人はどうぞどうぞっていう感じなんですけれども、重曹の健康効果を得たいっていう場合は混ぜてはいけないということですね。なので重曹の健康効果も得たいし、クエン酸の健康効果も得たいっていうことであれば、私の場合はですね、まず食前っていうか、食事の1時間ぐらい前、夕方ぐらいとかですね、午前中の、ちょっと朝ごはん食べてだいぶ経ったぐらいとかにまず重曹を飲みます。で、食後ご飯食べた後にクエン酸を飲みます。そういうやり方をしています。そうすればですね、お互い混じり合わないし、胃の中に物が、ない時に重曹を飲んで、胃の中に物がある時にクエン酸を飲むってことができるので、そういったやり方をしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、飲み方はそんな感じなんですけれども、じゃあどういう重曹を選んだらいいかなんですが、それはですね、やっぱりちょっと私何気になぜか重曹今2種類持ってるんですけど、これね間違えて買っちゃったんですよ。これ前買ってこんなにいっぱい残ってるのに間違えて新たに買っちゃったんで2個あるんですけど、
別にこれ使い分けてるっていうわけじゃないです。でこっちは普通の、パックス重曹なんですけども、やっぱりこのフードグレードですね、フードグレード、食用グレードっていうのを当然なんですけども選んでください。掃除用みたいなやつじゃなくて、ちゃんと食用のやつですね。これ太陽油脂さんのものです。よいしょ。でこっちはですね、なんかさらにちょっと良いというか、天然重曹なんですよね。重曹にもやっぱり人工的に作られたものと天然のものっていうのがあるので、これなんかね、このトロナ鉱石 100% って言っても内モンゴル産みたいな感じのやつなんですよ。なんかどこのやつがいいかっていうと、別にそんなにあれっていうか、多分特定の場所でしかその天然のやつって取れないと思うんですよね。これ多分内モンゴルとかそういうところでしか取れないので、限られてくるとは思うんですけども、こういったもの天然重曹っていうのもすごいおすすめです。はい。やっぱり健康志向の人はね、こういう天然重曹とかを使うんじゃないかなと思います。でこれ結構こういう2キロとか3キロみたいな大量に買っても安いので、そうやって大量に買ってるんですけども、ちょっとこういうですね小瓶に入れ替えてこれどっちとも白い粉なんで怪しいし、なんか砂糖なのか塩なのか何なのって感じなんですけど、こっちが重曹でこっちがクエン酸です。はい、なんで私はちょっともし分からなくなったら困るなと思って瓶を変えてるんですけど、でも実際ちょっとね間違える時とかありますけどね。でも舐めればすぐ分かるんで、こっちはしょっぱい、こっちは酸っぱいんですよ。だからしょっぱいと酸っぱいなんで舐めればすぐ分かります。はい。でこの2つを混ぜちゃダメなんですよ。混ぜたら炭酸水ができるので、ちょっと今日は炭酸水飲みたいなっていう時はこういうとこで混ぜて、なんかちょっとねカクテルとか作ってもいいんですけども、健康効果を得たいのであれば、重曹を食前っていうか食間に飲んで、このクエン酸を食後に飲むというのがおすすめです。はい、ということでですね、今日は重曹の効果が本当にすごいという話をしていきました。やっぱりですね、これだけいい効果があって、簡単に、続けられる、コスパもいい、すぐに効果が、実感できるというところがありますので、ぜひ、お試しいただきたいなというふうに思います。はい、今日もちょっと長くなってしまったんですけれども、普段はですねこういった形で、食と健康、あとは、発酵食のお話、そういったことをテーマにいろんなお話をしておりますので、もしよければですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、今 YouTube のメンバーシップっていうのをやっていまして、でそのメンバーシップに参加していただくと発酵食に関してすごく詳しい解説を体系的にやっている講座っていうのがあるんですが、その講座をですね全部受講していただく、見ていただく動画になっているんですけど、それを見ていただくっていうことができますので、あとはですねそのメンバー限定のライブ配信とかそういったものも予定していますので、興味がある方はですねぜひ概要欄チェックしていただいて、メンバーシップの方のですねご参加もお待ちしております。はい、ということで今日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。